8メートル様という上級会員に立ち向かうためには除霊師としてのレベルアップが必要だと感じたので文献で見つけたスパンキング除霊を学ぼうとするトレーナーを実力講師で引き止めるマンハッタンカフェ。カフェ、話があるんだ。どうしました？いつになく真剣な表情で。里のダイヤモンドのトレーナーから海外遠征の時の話を聞いたんだ。もしや8メートル様の件ですか？知っていたのか。噂だけは。8メートルはでかすぎんだろ。発射草間が約 2.4 メートルだからその3倍ちょいか。カフェ的にどう思う？私自身が遭遇したわけではないので断言はできませんが。構わない、聞かせてくれ。おそらく土地に根付いた怪異かと。なるほど、そういうタイプか。実は里トレからもあまり詳しくは聞けなかったんだ。まあ里トレさんは大怪異の専門家ではありませんからね。とはいえ里トレも中央のトレーナーだ、ただの素人じゃない。だがあいつはその存在すら察知できず接近を許してしまったらしい。なんと。気づいた時にはもう近くにいた、見えていないのにそこにいると分かった。相場を守るだけで精一杯だった、まともに相手をしていたらどうなっていたかわからない。って言ってたよ。よく無事に戻ってこられましたね。正直ホッとしてるよ。それにしても8メートル様。危険な怪異です。上級怪異と言っても過言ではないでしょう。トレーナーさん。俺はその話を聞いて考えさせられたんだよね。はあ。大怪異の専門家である俺なら8メートル様を倒せたのかを。それは、学園内に残った悪意。寮の片隅に溜まった気配。トレーニング場に漂う残留思念。そういうものなら俺も対処してきた。そうですね、助けられた子もいます。だが結局それらは俺より弱かったから対応できただけだ。気配をつかませない。存在を悟らせない。こちらが気づいた時には相手の術中に陥ってしまっている。そんな上級怪異の8メートル様相手に俺は勝てると思うか？トレーナーさんは強いです。勝てると思います。勝てると思うではダメなんだ。勝たなければならない。夢と希望を胸にトレセン学園の門戸を叩いた生徒全員の青春を尋常ならざる存在から守ることが俺の使命でもあるからな。いわゆる除霊師的な服用をマートレさんとしてますもんね。マートレ自身も怪異だからな、責任ではある。怪異には怪異をぶつけんだよ。でも大丈夫ですよ。本当にトレーナーさんは強いですし。それに私もいます。カフェ。そんな怪異を相手にするのであれば私も一緒に戦いますよ。トレーナーと馬娘は一心同体ですからね。頼りになるな、カフェは。トレーナーさんの指導の賜物です。だがやっぱり最前線に立つのは俺じゃなきゃいけないんだ。なぜならカフェも俺が守るべき対象なんだからさ。上級怪異を相手にするのはトレーナーさんでも骨が折れるかと。だから俺は除霊師としてもう一段上に行く必要がある。その考えはわかります。ありがとう、カフェなら分かってくれると信じてたよ。ですが焦りすぎてはいけません。上級怪異は力だけでどうにかなるものではありませんよ。もちろん分かってるさ。だからこそ今までの延長ではダメなんだ。というと？俺は除霊師としてさらなる高みへ到達するため様々な文献を読み漁った。そして俺はある高名な除霊師の記録にたどり着いた。高名な除霊師？どなたでしょうか？スパンキング除霊師、尻畑清人先生だ。は？尻畑先生の記事を見つけた瞬間俺は衝撃を受けたよ。俺が求めていたのはまさにこれなんだってね。カフェ？どうかした？どうかしているのはトレーナーさんでは？なんで？なんでって。そもそも何ですか？スパンキング除霊って。そんな除霊方法私は聞いたことありませんよ。しかし事実として存在するわけで。俺も聞いたことねえよ。なんだよスパンキング除霊って。尻を叩いて団地妻の霊を鎮めろ？ちょっぴりセクシーなホラーコメディスパンキング除霊師、7月24日スティーム配信へ、君もスパンキングを目指せ。後ろの正面カムイさん的なやつかと思ったら全くの別物だった。別物かな？別物かも。スパンキングヘイロー、ということだね。私は関係ないわよ。トレーナーさん、もしかして霊に脳をやられているのでは？大丈夫だから。本当ですか？少しは担当トレーナーを信じてよ。なら信じさせるような話を私に聞かせてください。
よし、わかった。じゃあ尻畑先生がどんな除霊師か説明していこうか。あんまり聞きたくありませんが。5本。カフェは桃尻団地事件を知ってるか？初耳ですね。通称桃尻団地と呼ばれる団地は曰く付きの団地でね。そこには生前の強い未練を抱えた霊たちが数多くさまよっていたんだ。確かに集合住宅のような人の暮らしが多く長く重なった場所には未練や念が残りやすいですからね。しかもその霊たちとは別に危険な悪霊も徘徊していたらしい。普通の除霊師なら土地ごと封鎖して結界を張り数人がかりで慎重に払うだろう。それが普通です。単独で行う除霊ではありません。だが尻畑先生は単独で団地に踏み込んだ。なんですって？そんなバカな、自殺行為に等しいですよ。不穏な空気に包まれた建物内を探索し危険な悪霊を避け未練を抱えた霊を探し出してそれぞれの魂の状態を見極め適切な除霊を施した。あくまで依頼は未練のある霊の救済であって危険な悪霊はやり過ごしたそうなんだけど大変だったらしいよ。払うべき悪霊と救うべき霊は気配がよく似ています。より分けるのは私でも骨が折れます。そこは素直にすごいですね。実際すごいんだよ、尻畑先生は。それで未練ある霊を発見したとしてどのように対処したんですか？スパンキングだよ。スパンキングだよ。聞こえてますから。勘違いしないでほしいのは尻畑先生のスパンキングはただの暴力ではないということなんだ。そう念押ししなければならない時点で嫌な予感しかしませんが。未練とは魂にこびりついた執着だ。言葉だけで済むケースもあるが強いショックが必要になることもある。スパンキングという行為は暴力ではなく儀式的衝撃なんだよ。迷いを断ち切る音であり魂に響くかつっていうか。霊が足場にしている執着へ直接働きかける術式なんだ。理屈はわかります。わかるんだ。しかし受け入れられるかは別です。まあまあカフェ、まだ続きがあるから聞いてよ。手短にお願いしますね。尻畑先生の技術体系は単純な一撃ではないんだ。記録によれば先生が除霊に用いるスパンキングは69種類に及ぶそうだよ。69種のスパンキングを操るとかかっこいいな。言うほどかっこいいか？同じ未練は存在しません。霊の数だけ未練は存在します。一つの術式だけで全ての霊を救えるはずがありません。きっと尻畑先生もそう考えたんだろうね。未練の形と魂の状態を見極め最適なスパンキングを選ぶ。その考え方は除霊師として誠実です。一つの型で押し通す除霊師の方がむしろ危ういでしょうね。ただでさえ桃尻団地の霊たちは多くが強い未練を抱えていたみたいだしね。対話だけでは届かない。供養だけでは動かない。だから尻畑先生はそれぞれの未練に応じた術式で魂を浄化していったのさ。単独で高難度領域に踏み込む弾力。異なる未練を裁き切る技術の幅。そこまで並べられると本当に優れた除霊師に思えますね。だろう？はい、それは認めます。ですが、私の中で優秀さと拒否感が同じ速度で大きくなっていってます。スパンキング除霊とかいう異端術式。異端だからこそとは思わないか8メートル様のような規格外の存在は普通のやり方では通用しないかもしれない。なら俺は普通ではないやり方も学ぶべきだと思う。それが異端であろうが大切な存在を守るために必要であるならば。トレーナーさん。スパンキング除霊が異端であろうが桃尻団地の記録は本物だ。手段がどれだけ異端であろうと単独で上級領域に踏み込んで霊を払い切ったその事実は消えない。いずれ自分の力量不足を感じる時が来るかもしれない。しかしそんな時は来てはいけないんだ。退けて払い大切なものを守る術があるなら俺は甘んじて受け入れる覚悟だよ。というわけで俺は尻畑先生に指示してこようと思うんだ。本気、なんですね。ああ、俺は本気だ。そうですか。スパンキング除霊という除霊方法はふざけていますがその実力は本物のようですしトレーナーさんも私たちのことを思っての決断。止めるべきではないのかも。本当に？カフェ？今お友達が教えてくれたんですが。その、8メートル様という怪異は存在しないそうなんですが。でも里トレが遭遇したって。ですからそれ自体が勘違いだったかと。そうなの？
全世界に繋がるお友達ネットワークを通じて最新の情報を確認したそうなのでおそらく間違いはないと思います。そっか。トレーナーさん、これでスパンキング除霊のような怪しい術式を学ぶ必要はなくなりましたね。正直一安心です。いや、俺は行ってくる。トレーナーさん。8メートル様という脅威は去ったとしてもそれに近い脅威が現れないとも限らないからね。ならそれに備えておくべきだよ。じゃあタキトレに連絡しておくからしばらくはあいつに見てもらってね。数日間とはいえカフェのトレーニングを見れないのはちょっと寂しいんだけどね。お友達が言っています。なんて？まず己の未練を払えと。どういうこと？私と離れるのは寂しいんですよね。それは、まあ。それもまた未練です。未練を断つ術式を学ぶ人間が未練を抱えていてどうするんです。それは。なので今からトレーナーさんのお尻をこのハリセンで全力で叩きます。俺は除霊する側であって除霊される側では。己の未練を払えない者に他者の未練は払えませんよ。私への未練を断ってから出発してください。カフェ、一旦落ち着こうか。安心してください。これは儀式的衝撃であって物理的な制裁ではありませんので。もし一発目で払えなくても69種類のうちのどれかで払えるはずです。それは尻畑先生の技術であってカフェが使えるわけじゃないでしょ。では私流のスパンキング除霊をこの場で確立してみせましょう。それにそんなにハリセンで尻を叩かれたら俺の尻が4つか8つに割れちゃいそうだし。さあ、行きますよ。待って待って。問答無用。担当トレーナーがスパンキング除霊を学ぶとか言い出したらそりゃ必死になって止めるだろうよ。ひそひそ。カフェトレさんってスパンキング除霊師らしいわよ。ひそひそ。私は霊じゃないけど一度してもらいたいわね。そうなるのは目に見えてる。カフェが必死に止める理由ってそっちなのか。結局8メートル様って存在しないんだろ？なのにそれを信じ込んでる里トレって。ヒント、里のダイヤモンド。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。